はい、皆さん、こんにちは、ジローです。本日も僕のポッドキャストを聞きに来てくださり、ありがとうございます。本日もよろしくお願いします。はい、皆さん、お元気でしたか？僕はとても元気です。皆さん、最近はリラックスできてますかね？僕はね、毎日リラックスしてますよ。特に寝る時間にリラックスしています。皆さんが一日でリラックスする時間っていつですか？はい。今日はそんなリラックスについての話をしようと思うね。で、最近僕はね、一人である場所に行ったんですよ。はい。とある場所に行きました。とある場所に僕はリラックスするために行ったんだよね。で、それが何かっていうと、銭湯なんだよ。皆さん、銭湯って何かわかる？銭湯って日本独特の文化だと思うんだよね。その銭湯、どういうものか、銭湯がどういうものかを今日はみんなに紹介していこうと思うわ。じゃあちょっとね、水飲ませて。やっぱりね、銭湯って日本独特の文化だから、みんなに間違った情報を教えちゃいけないと思うんだよね。だからちょっと緊張してきて喉が渇いちゃった。もう一回飲むね。はい。水がとても美味しいですね。はい、じゃあ、銭湯が何なのかっていうのを話す前に、日本人が毎晩していることについて、お話ししようと思います。日本の家にはね、基本的にお風呂がついてる場合が多いんだよね。みんなさ、お風呂って入るかな？みんなの国で。で、お風呂って何かっていうとさ、シャワーもあるんだけど、浴槽もあるんだよね、家に。で、浴槽にお湯を溜めて、そのお風呂に入るっていうことを日本人はね、毎日してる人が多い。うん。で、ちなみに僕は、お風呂に毎日入ってません。僕はね、結構時間がかかることが嫌いだから、シャワーで済ませちゃう日が多いんだよね。だけどね、日本人は昔からお風呂に入るっていうことをよくやってるんだよね。で、お風呂に入るとね、血行が促進されて、すごいリラックスすることができるんだよ。ただね、今若者の間ではやっぱり、シャワーで済ませちゃう人が多いよね、お風呂に入らないで。理由はいくつかあると思うんだけど、まずね、浴槽にお湯を入れると水道代がかかるんだよね。で、あとしかもさ、お湯を入れなきゃいけないからガス代もかかるじゃん。で、しかも、その浴槽にお湯を入れるのに時間もかかるんだよ。だからさ、やっぱり、効率性を重視しちゃう現代人のみんなはね、あの、シャワーで済ませちゃうっていう日本人も多いかもね。僕もね、そのうちの一人なんだけどね。そう、だからさ、家でね、お風呂に入ることはあまりないんだよね。だけど、やっぱり、お風呂って健康にいいらしいんだよね。あったかいお湯に自分の体、あったかいお湯に浸かることってすごい健康にいいらしいんだよ。だから、僕の、親なんかはね、毎日シャワーで済ませないでお風呂に入りなさいっていう風には言ってくるね。そんな感じでね、日本人は、毎日お風呂に入ってる人が多いです。僕は毎日は入ってないんだけどね。だから、日本にはね、お風呂文化っていうのはすごい深く根付いてるんだよ。うん。で、ここで気になるのは、みんなの家に浴槽ってある？みんなってさ、毎日お風呂に入るの？それともさ、みんなの国ではお風呂に入る文化ないのかな？そこがね、ちょっと気になる。やっぱりさ、お風呂文化って日本独特だと思うんだよね。だけど、日本と同じように、浴槽で、お風呂に入るっていう文化を持ってる国もあると思うから、でさ、僕のチャンネルの動画を見てくれてる人って、結構ね、いろんな国にいるからさ、みんながどういう文化を持ってるのかっていうのが気になるんだよね。だから、みんなシャワーで済ませちゃうのか、それとも、お風呂に毎日入るのかっていうのをコメント欄で教えてね。ぜひコメントしてくださいね。
でさ、あとは日本人独特なことって、いくつかあると思うんだけど、あのシャンプーを毎日するかどうかっていうのがね、他の国と違うと思うんだよね。うん。で、シャンプー毎日みんなする？みんなさ、髪をさ、シャワーで流すときに、シャンプー使う？毎日。日本人はね、毎日シャンプーを使うんだよ。うん。で、僕ね、昔、ヨーロッパに留学してたんだけど、その時ね、現地でできた友達に、僕毎日シャンプー使うよって言ったら、みんな驚いてたね。うん。だから、あの、毎日シャンプーを使うのって、独特な文化だと思うんだよね。で、現地の友達が、なんでシャンプーを毎日使わないかっていう理由について話してたんだけど、その理由が、シャンプーを毎日使うと髪に悪いって言ってたんだよね。うん。でもそれも本当かもしれないんだよね。だから日本人が毎日シャンプーするのって本当は良くないのかなって思ったりするんだけど、どうなんだろう。でもさ、日本で売られてるシャンプーって多分、日本人が毎日、毎日使うっていうことを想定して作られてるだろうからさ、ちゃんとそこら辺の成分の配合量とかってちゃんとね、考慮して作られてるんだろうけど、うん、みんなはさ、毎日シャンプー使わない？いや、気になりますね。日本ってやっぱり島国じゃん。で、海に囲まれた国じゃん。だから文化も結構独特なんだよね。うん、だから他の国と違うことっていっぱいあると思うからさ、みんなそういう違いを見つけたらどんどん教えてね。はい。こんな感じですよ。日本のお風呂文化っていうのは。はい。まとめますと、日本人は毎日お風呂に入るし、シャンプーも毎日使います。うん。だから日本人はお風呂大好きなんだよね。うん。で、そんなお風呂を、手軽に、体験できる場所っていうのがあって、それが銭湯。たとえ自分の家に、浴槽がなくても、お風呂に気軽に入ることができるのが銭湯。で、銭湯が何かっていうと、お風呂屋さんだよね。お風呂が、でっかいお風呂がある場所なんだけど大浴場がある場所で、場所によっては、サウナもついてる。うん。場所によってはね、サウナもついてるんだけど、たくさんの人がね、その銭湯を利用してるね。で、銭湯って結構いろんな場所にあるんだよ、日本の中に。もう普通の住宅街、閑静な住宅街の中にも銭湯ってあるから、もしみんながね、日本に引っ越してきたとしたら、本当にね、どこに住んでも自分の家の近くに銭湯ってあると思うよ。それくらい銭湯って、身近なものなんだよね。うん。で、僕はね、最近一人で銭湯に行ったんですよ。うん。なんか僕最近なんかちょっと疲れてるなって感じることがあってさ、だから銭湯に行かなきゃなって思ったの。うん。で、家でお風呂を溜めるのちょっとね、めんどくさいんだよね。しかも、銭湯にはね、いろんな種類の、お風呂があるから、それをね、やっぱそういうのって自分の家だけじゃ体験できないんだよね。うん。で、銭湯の魅力が何かっていうと、僕はね、近所にあまり友達いないんですよ。うん、僕の近所にね、あまり僕の友達っていないんだけど、銭湯って、やっぱり、その地域の交流の場にもなってるんだよね。うん。やっぱり、その街にある銭湯って、常連の方が多かったりするんだよ。うん。だから、地域の人たちがそこに集まって、話したりだとか、交流の場所にもなってるんだよね。で、僕はね、友達近所にいないからさ、僕の場合は友達が近所にいないから、銭湯に行ってもね、話してくれる友達っていうのはいないんだけど、でもやっぱりね、銭湯って、人と人が交流する、重要な施設になってるっていうのは、間違いないなって思うね。うん。でね、なんかね、雰囲気もいいんだよね。うん、なんかね、うん、安心感があるというか、やっぱり、地域の人が中心になって、その銭湯に来るからさ、なんかね、僕も心がね、安心するんだよね。うん。で、そんな銭湯なんだけど、銭湯ではね、サウナが併設されることが多くて、僕は、サウナに行くことも結構あるんだよね。うん。
だから、まずは、銭湯に着いたら、どういう風にその施設を楽しむのかっていうのを、みんなに、伝えられたらいいなって思うね。で、銭湯にまず入ると、自分の靴をね、脱いで、ロッカーに入れます。で、ロッカーはね、最近は鍵がついていることが多いから、その鍵をね、自分で持っておくんだけど、その後にチケットを購入するんだよ。で、そのチケットは、普通に大浴場を利用するだけのチケットもあれば、レンタルタオルを借りるためのチケットとか、あとは場所によってはサウナを利用するためのチケットだったりを買わなきゃいけない買わなきゃいけないことがあるね。うん。で、そのチケットを買ったら、そのチケットを受付で見せて、脱衣所に入っていくんだよ。で、もちろんね、日本は、性別ごとに、脱衣所が違うし、お風呂も性別ごとに分かれてるから、僕の場合は、男性の脱衣所に入ります。はい、僕は今、男性ですからね。多分これからもずっと男性だと思うんだけどね。人生何があるか分かんないからね。もしかしたら、自分は女性かもしれないって気づく可能性はなくはないけど、僕は今男性ですし、これからも多分男性だと思うんだよ。で、僕は男性の脱衣所に入ります。はい。で、そしたら服を脱ぐんだよね。で、みんなね、日本人じゃない人は結構抵抗があるかもしれないんだけどさ、脱衣所で、すっぱだかになります。だから、他の人の、裸も目に入るし、自分の裸もみんなの目に入ると思うんだけど、基本的にはね、水着とか、タオルでその裸の状態を隠しちゃいけないっていうところが多いね。やっぱり裸で入らなきゃいけないっていうルールの銭湯が多い。で、僕の場合はね、裸になって、入らなきゃいけない。みんなそうなんだけどさ。うん。で、いろんなルールがあるんだけど、最近日本人もさ、タトゥーを体に入れてる人が多いと思うんだけど、タトゥーが体に入っている人をが入ってはいけないっていう銭湯は未だにあるね。うん。今はさ、日本人もタトゥー入れてる人たくさんいるし、外国の方も、タトゥーを入れてる人って多いからさ、タトゥー入ってても大丈夫ですよって言ってる銭湯は多くあるんだけど、たまにね、そのタトゥーはお断りしてますっていう銭湯もあるから、みんなちょっと行く前に気をつけてほしい。もし自分の体にタトゥーが入ってるんだったらね。うん。で、まず、じゃあ、からよ、脱衣所で服を脱ぎ終わったら、大浴場に入るんだけど、その前に僕がやってるのは、体重計に乗るっていうことをやってるね。で、体重計になんで乗るかっていうと、一日でさ、すっぱだかになるタイミングってその時ぐらいしかないじゃん。でしょ？だからその時に、服とか、あとは財布とか携帯とかの、重りを含めてない僕の純粋な体重を測りたいなって思ってさ。はい、僕はそういう時に、体重計に乗ることが多いね。うん。で、体重を確認します。で、最近僕はね、ちょっと痩せてきちゃったから、たくさん食べなきゃなって思ってるんだけど、最近僕がね、銭湯に行って体重を測った時は、ちょっとがっかりしたね。やっぱり体重がちょっと減ってきちゃってるんだよね、最近。僕はちょっと、痩せ体質だからさ、もうちょっとたくさんものを食べなきゃなと思って努力してるんだけど、最近ね、体重が減ってきちゃってるんだよ。僕の体重の話は一旦おしまいにして、体重計で、自分の体重を測った後は、大浴場に入ります。で、大浴場に入ったら、まず、マナーとして自分の体を洗うんだよね。で、自分の体をね、洗っていく。僕の場合は髪の毛を洗った後に、他の体のパーツを洗っていくんだけど、で、場所によってはね、そのシャンプーとか石鹸をその銭湯で提供してないっていう場合があるんだよ。で、そういう時は、自分でね、シャンプーとか石鹸を持っていかなきゃいけないんだよ。持ち込まなきゃいけないんだよ。うん。で、僕は、前行った銭湯は、自分でシャンプーとか石鹸を持ち込んでいかないといけなかったから、自分で用意して持っていきました。はい。で、自分の体を洗ったら、やっと、お風呂に入れるんだよ。で、銭湯にはね、場所によると思うんだけど、いろんな種類のお風呂があるんだよね。そのお湯も違ったりとか、あとは形も違ったりとか、いろいろなんだけど、
場所によってはね、アロマの香りがするお湯だったり、温泉の種類が違ったりするんだよ。で、お湯の種類が違うと、その効能も違うんだよね。うん。これは肩こりに効きますとか、このお湯は腰に効きますとか、そういう風に、お湯によって、効能が異なるんだよ。だから自分が入りたいお風呂を選ぶっていうことが重要だよね。で、あとはね、その一人用のお風呂だったりとか、あとは寝ながら入るお風呂だったりとか、そうやってね、その利用する方法も様々だから、その時自分が入りたいなって思うお風呂に入るのがいいと思う。で、そこでお風呂に入ります。で、僕はね、友達と今までは結構そのお風呂、銭湯とかに行くことが多かったからさ、常にね、喋ってることが多かったんだよね、人と。だけど前回は僕は、一人で、その銭湯に行ったからさ、誰とも喋れなかったんだよ。で、その時感じたのは、一人で楽しむお風呂もいいなっていうことだよね。一人で行く銭湯って結構いいね。うん。で、なんでかっていうと、人と話す必要がないから、一人だけの時間を楽しむことができるんだよね。で、僕はね、そのお風呂に入って、縁に、自分の頭をつけて、目を閉じて、もうね、完全に寝そうになってたね。うん。このままだったら自分眠りに入っちゃうな、睡眠に入っちゃうなと思ったんだけど、そこはギリギリ耐えました。はい。で、そこでね、えーお風呂に入って、じっくり体を温めることが重要なんだよね。で、僕はね、確か前回行った時は、20分ぐらいお湯に浸かってたかな。で、やっぱりね、41度とか42度とか結構比較的高めの温度設定のお湯だと、長い時間、入ってるのって難しいんだけど、でも、結構温度が低めのお湯、40度未満だったりすると、結構長時間入っていられるから、僕はね、そういう風な温度が低いお湯の方が好みなんだよね。うん。で、そこでお風呂に入って、体を温めたら、そろそろサウナに行く時間帯なんですよ。うん。で、サウナで、サウナに入るとね、1段目、2段目、3段目って結構段が分かれてって、えっと、上の段の方が人気なんだよ。うん。なんで上の段の方が人気かっていうと、暖かい空気って上に行く傾向があるじゃん。うん。だから、僕は、結構上の段に行くし、上の段が人気だね。だから上の段に人が集まってることが多いね。で、サウナ室に入ったら、だいたい5分から10分そのサウナ室にいることになります。で、僕の場合は、結構短めだね。比較的短めにサウナ室にいることが多くて、6分間ぐらいだね、僕がサウナ室にいるのは。うん。で、サウナ室にはね、結構な割合で、テレビが設置されることが多くて、設置されていることが多くて、だから、サウナ室にいる間って、あまり退屈じゃないんだよ。うん。テレビを見てるとさ、そのテレビ番組が面白かったら、なんか面白いなとか思いながらサウナを楽しむことができるから、結構ね、退屈な時間ってあんまりサウナにないんだよね。で、僕の場合は6分間っていう比較的短い時間しかサウナに入らないから、結構ね、気づいたらあっという間にその6分間が過ぎていることが多いね。うん。で、その6分間、サウナ室に入ったら、その後は水風呂に入りますね。うん。で、水風呂に入る前に、やっぱり体を流さなきゃいけないんだよ。なんでかっていうと、サウナにいる間に、やっぱりサウナ室の中ってさ、高温状態だから、その高温状態だとさ、汗をたくさんかくじゃん。で、汗をお風呂の中に持ち込むのって結構マナーとしてはそんなに良くないことなんだよね。だから僕は水風呂に入る前に、てか、僕だけに限らないで、みんなやってることなんだけど、水風呂に入る前は、桶でお湯をすくって自分の体を流して、汗を流すっていうことをやります。で、その後に水風呂に入る。うん。で、水風呂はね、だいたい1分間入るね。で、場所によって、水風呂の温度って違うんだけどさ、だいたい15度ぐらいの方が多いかな。で、
1分間その水風呂に入ったら、外に出て外気浴を楽しむんだよ。うん。で、この時間がめちゃくちゃ気持ちいいんだよね。みんなさ、サウナの後ってすごい気持ちよくない？あの感覚僕大好きなんだけど、えー外気浴をね、10分ぐらいやる。で、その時、で、外気浴をやるときは、椅子とかリクライニングができるような椅子に座って、目を閉じて、その外気浴を楽しむんだよね。で、体の芯が温まってて、で、その自分の体の表面が冷たいと、なんかね、すごい気持ちいいんだよ。うん。で、そのサウナを、その外気浴を、10分間ぐらい楽しんだら、また体を流して、またサウナ室に入るっていうことを繰り返すんだよ。で、これがね、大体、2回か3回これを繰り返すんだよね。うん。その後は、えーまあ、お風呂に入ったりだとか、体を流したりして、出るんだよね。で、脱衣所に戻ったら、えドライヤーを使って髪を乾かしたりだとか、化粧水とか乳液を自分の肌に塗って、その後、脱衣所を出るっていう風な流れになるね。うん。でさ、あの最近は日本って、サウナブームなんだよ。うん。サウナブームなんですよ。最近っていうかな、今が一番サウナブームっていうよりは、4年前とか5年前にサウナブームっていうのがあったんだよね。うん。で、日本人って、ずっと疲れてる人が多いんだよね。で、日本人の睡眠時間って世界的に見ても、すごい短いっていうのを前話したと思うんだけど、それに加えて、日本人って結構長時間働いている場合が多いからさ、疲れが溜まってる人が多いんだよ。で、そういう人にとって、サウナとか、あとは銭湯っていうのは疲れを癒すとてもいい場所なんだよね。だから、サウナブームっていうのが、4年か5年ぐらい前から始まったんだよね。うん。だからね、最近は本当にサウナが大人気だよ。だからサウナ室に行ってもさ、たくさん人がいるんだよね。うん、もう本当にたくさんの人がサウナ室にはいますよ。うん。で、たまにね、うわ、こんなにたくさん人いるのかよって思うこともあるくらい人がいるんだよね。うん。だからね、あまり人が多すぎると、そのサウナ室に入れないこともあるんだよ。サウナ室ってさ、やっぱりスペースが限られてるから、入っていい人数、定員っていうのが決められてるんだよね。うん。だから本当に人気のサウナ施設だと、並ばないとサウナに入れないっていうこともあるんだよね。うん。で、このサウナブームなんだけど、やっぱり医学的にもサウナが健康にいいっていうのは、証明されてるらしい。まずね、精神疾患にかかる確率がサウナに入ってると低くなるんだって。うん。しかもね、睡眠も深い睡眠を取れるようになるらしいんだよ。うん。だからさ、いいことしかないよね、サウナって。うん。でも、なんかね、デメリットもあるらしくて、そのデメリットが、サウナに入った後にさ、水風呂に入るじゃん。で、その時に、暖かい環境から冷たい環境に自分の体を、置くわけじゃん。うん。そうなると水風呂に入った時に、心臓に負担がかかっちゃう場合もあるから、そういうのはね、気をつけた方がいいらしいです。はい。でもサウナって、前、軽く調べた感じだと、フィンランドが発祥らしいんだよね。うん。で、僕もフィンランドで実はサウナ入ったことあるんだよ。ヨーロッパに昔留学してたから、フィンランドでサウナに入ったことがあります。はい。で、フィンランドのサウナはね、日本のサウナとちょっと違うんだよ。うん。で、何が違うかっていうと、その湿度と温度なんだよ。で、日本のサウナって、だいたい90度とかに設定されてることが多いんだけど、フィンランドのサウナはね、僕が体験したのは、60度とか70度とか、比較的ぬるめのサウナなんだよね。で、あと、湿度もね、あのーフィンランドのサウナの方が低かった。で、日本のサウナってムシムシしてるんだよ。うん。すごい湿度が高い。だからね、日本のサウナと
フィンランドのサウナでもう全然違うんだよね。うん。だからね、サウナ体験したことあるよっていう人結構いると思うんだけど、その北欧式、フィンランド式のサウナしか体験したことがない人がいたら、日本のサウナもね、ぜひ試してほしいなって思うね。で、あとはさ、サウナ文化を持ってるのって韓国とかだよね。で、僕韓国行ったことないから、韓国のサウナがどういう感じなのかっていうのがすごい気になるね。やっぱり、アジアという同じ地域に属してるから、日本のサウナと似てるのかな、どうなんだろうね。うん。で、さっきね、お風呂には、いろんな種類があるっていう話をしたでしょ。うん。で、さっき話したのは、寝るお風呂とか、あとはね、さっき話さなかったけど、あの、マッサージ付きのお風呂みたいなのもあるんだよね。それがどういうのかっていうと、そのお風呂に入ると、勢いよくお湯が噴射されてるエリアがあって、その噴射されてるお湯に自分の肩とか腰とかを当てると、すごいその部分がほぐれるっていうものなんだけど、そんな感じでね、いろんな種類のお風呂が日本の銭湯にはあるんだよ。うん。だけどね、すごい人気なのが、露天風呂。うん。露天風呂はね、絶対に体験した方がいい。うん。で、街にある銭湯にも露天風呂が設置されてる場合ってあるんだけど、僕がおすすめするのはね、日本の温泉街にあるような、田舎の温泉街にある露天風呂だね。うん。で、露天風呂の何がいいかっていうと、やっぱり外気に自分の体を、触れさせることができるっていうのが一番いいと思う。やっぱ室内のお風呂もいいんだけどさ、外の風を感じながら入る露天風呂って、なんか気持ちいいんだよ。ああ、なんか気持ちいいの。で、あとさ、僕って、寝るときに、外の環境が寒ければ寒いほど、なんかね、気持ちいいなって感じるんだよね。うん。なんか、それ露天風呂だとね、それが味わえる。うん。特に冬の露天風呂だと、その露天風呂に入るために、外に出た瞬間っていうのはすごい寒いんだけど、お湯に浸かるとね、あったかいんだよね。うん。だからね、露天風呂はね、本当におすすめ。うん。で、銭湯とか、大型のスパ施設に行った場合も、一番人気があるのはやっぱり露天風呂だね。室内のお風呂にいる人数より、明らかに露天風呂でお風呂を楽しんでいる人の方が多いなっていう印象を受けるで。うん。でさ、露天風呂って、さっき言ったみたいに、冬に入ることもできるし、夏に入ることもできるし、その季節によって楽しめるものが違うんだよ。で、例えばね、冬に入る露天風呂は雪景色を見れたりするわけ。うん。で、場所にもよるんだよね。その有名な温泉街で、冬に雪が降るような地域だったら、そういう雪景色を楽しみながらお風呂に入ることができる。で、これがね、本当に圧巻の景色だよ。マジで綺麗。うん。で、秋はね、その紅葉を見ながらその温泉に入ることができるから、露天風呂ってね、本当に季節によってその表情が変わるんだよね。うん。うん。だから露天風呂は、景色を見ながらそのお風呂を楽しむことができるから、室内の風呂よりもやっぱり人気なんだよね。うん。で、露天風呂が、お風呂の種類っていうことを話したんだけど、さっき話した、寝ながら入るお風呂とか、マッサージ付きの風呂以外にね、人気なのはいろいろあって、まず最初に紹介するのは、電気風呂。うん。電気風呂はね、なんかね、僕もね、どういう仕組みかよくわからないんだけど、そのお風呂に入るとね、体がピリピリするんだよね。で、あの、小さい電気がそこに流れてると思うんだけど、それがね、なんか体をほぐしてくれるらしい。で、僕はね、その電気風呂あまり好きじゃないね。うん。うん、あまり好きじゃないんだよね、その電気風呂。うん。理由はなんでかっていうとさ、なんか僕ってビビリなんだよ。たまにさ、冬に鉄とかをさ、その素手で触ろうとするとさ、ピリって静電気が流れることあるじゃん。あれがね、ちょっと僕びっくりしちゃうんだよね。だから、あまり僕電気好きじゃなくて、
だからそういう電気風呂も入らないようにしてるんだよね。だから銭湯とかスパ施設で電気風呂があっても僕は入らないです。うん。で、他には炭酸風呂みたいなのもあるね。で、炭酸風呂は何かっていうと、炭酸水のお湯が、入ってるお風呂なんだけど、なんかシュワシュワしててね、入るとね、気持ちいいんだよ。はあ、なんか毛穴一つ一つにお湯が入っていくような気がして気持ちいい。で、炭酸風呂をね、用意してる銭湯って結構多いと思うんだよね。結構ね、王道な、温泉の種類だと思うんだよね。うん。でこんな感じで、いろいろな、種類の、お風呂がありますけれども、さっき、マナーでお風呂に入る前に自分の体を洗わなきゃいけないっていうことを話したんだけどさ。で、僕は自分のね、髪の毛から一番最初に洗うんだよ。で、その後顔を洗ってから他の部位を洗うようにしてんだけど、みんなはさ、自分の体を洗うときに、その洗う順番ってあるの？なんか、僕の家族とか僕の友達はね、基本的に自分の髪の毛から洗う人が多いんだけど、みんなもさ、そういう順番なのかな。で、今考えるとさ、なんで髪の毛から最初に洗うんだろうね。うん。これってさ、日本だけなのかな。なんかそれが気になるわ。みんなの国でも髪の毛を一番最初に洗う？なんで髪の毛から最初に洗うことが多分普通なんだろう、日本だと。日本独特なのかよくわからないんだけどさ。うん。まずそういう風な順番で洗ってる人が多いかなって思うね。で、体を洗うときってね、結構その銭湯とか大浴場の体を洗うスペースって、その横幅が狭いんだよね。その、シャワーが結構短い間隔で設置されてるんだよ。だから隣に座ってる人との距離も結構近いわけ。だから、その時に何を気をつけなきゃいけないかっていうと、自分のシャワーの水が隣の人にかかっちゃいけないなっていうのをずっと気にしなきゃいけないわけよ。で、僕ってさ、結構不器用な人間だから、その、たまにね、自分のシャワーのお湯が隣の人にかかっちゃったりするんだよね。うん。それがね、いつも申し訳ないなって思ってる。うん。で、僕はね、たまに、睨まれたりしたこともあったんだけど、でもそんなにね、頻繁に睨まれたりはしないから、大丈夫だとは思うんだけどさ。そんな感じで、あの、結構ね、シャワーを浴びる、場所っていうのは、隣の人もすぐ近くにいるから、その自分のね、お湯とか自分の石鹸が隣の人に飛ばないように気をつけなきゃいけないっていうのはちょっとね、辛いところだよね。うん。でも他になんか気をつけなきゃいけないことってあるかな。特に気をつけなきゃいけないことは、ないな。うん。で、場所によって、シャンプーとか、リンスとかを、持ち込まなきゃいけないっていうことを話したんだけど、僕の経験上、シャンプーとかボディーソープとかは、その銭湯に用意されてることが多いね。うん。ただ、ほぼ100%と言っていいぐらい用意されてないのが、洗顔だね。洗顔用の石鹸。うん。だから洗顔用の石鹸をね、毎日使ってる人は、結構な確率で持ち込まなきゃいけないことになると思うな。うん。でね、その施設によってもね、用意されてるものって違うんだよね。例えば結構値段がする結構高額な値段のする、ホテルとかについている、温泉施設だったりすると、そういう、洗顔用の石鹸だったりとか、シャンプーとかリンスは普通に置いてあることがあるよね。だから自由に使うことができるんだけどさ。で、一番の違いって何かっていうとさ、お風呂出た後の空間だよね。そこで、比較的値段が高い旅館とかだと、結構風が強めに出るドライヤーが用意されてたりするんだけどさ、結構低価格帯の銭湯に行っちゃうと、すごい出力が弱いドライヤーが用意されてたりするんだよね。で、あとやっぱり、場所によっては
粧水とか乳液が、脱衣所に用意されてることもあるんだけど、その確率は低いかな。でも、なんかその値段が高い、旅館とかホテルに行けば、ついてることはあるけどね。うん。はい。どうですか皆さん。銭湯とか温浴施設に、はい、興味持ってきました？で、今まで僕はね、銭湯と、あとは温泉の、温泉旅館だとかそういったところの話をしてたんだけど、大型のスパ施設っていうのが日本にはあるんだよね。で、それがどういうところかっていうと、住宅街にあることは少ないかな。うん。でも、一地方都市に一つぐらいあったりするんだけど、それはね、温泉が用意されてるところもあるし、ね、なんて言うんだろうな。普通の銭湯とか温泉旅館とは、違ったくつろぎ方をすることができるんだよね。で、さっき話したみたいに普通に温泉とかサウナはついてるんだけど、他にもいろんな施設がついてるんだよ。うん。例えばね、岩盤浴。うん。あとは、お休みどころとか、お食事どころとか、あとはゲームセンターなんかがついてることもあるんだよ。そういった大型のスパ施設、僕はね、たまに友達と行くことがあるんだけどさ、僕が一番好きな場所はどこかっていうと、お休みどころだね。うん。で、お休みどころがどういうところかっていうと、基本的には、そういった、温泉に入った後とか、サウナに入った後にそこで休むんだよ。そうやって休む場所なんだけど、大型のスパ施設になるとですね、うん。漫画がたくさん置いてあったりとかするんだよね。で、あとは、テレビ付きでリクライニングができる椅子に座ることができたりとかして、で、そこでね、そこに来た人はね、みんな漫画を読みながら、そのまま、眠りに入ってしまってる人もいるくらい、そのくらいリラックスできる場所なんだけどさ、で、僕はね、そこで過ごすことが大好きで、テレビ付きのね、椅子に座ると、その椅子の自分の耳の後ろの位置にスピーカーがついててさ、で、そのスピーカーで、そのテレビの音を聞きながら、ゆっくり休むっていうのが本当に気持ちいいんだよね。あの空間僕大好きなんだよね。で、このポッドキャストで何回も話してることだけどさ、僕って、漫画あまり読まないんだよね。うん。だから漫画あまり読まないから、漫画がたくさん用意されてても、あまり僕って読むことはないんだけど、基本的にね、日本人って漫画大好きな人多いから、そこでね、漫画を読みながらくつろいでる人っていうのが結構多いね。うん。で、そうやってくつろいでる時はね、館内着を着てることが多くて、そういう大型のスパ施設って、館内着を用意してくれてることが多いんだよ。だから、自分が持っていった服じゃなくて、その施設が用意している服を着ることができるんだよね。ね、そういう館内着って、男性が着るようなものはどちらかというとね、浴衣みたいな形をしてるんだけど、その服を着るとね、なんかね、リラックスできるんだよ。うん。館内着ってね、リラックスできるものが多いんだよ。で、そんな感じで、テレビとかね、漫画とかを読んでると気づかないうちに寝ていることがあるんだよね。で、やっぱりね、寝落ちって最強じゃない？やっぱり、寝ようと思って寝る睡眠と、寝てしまった睡眠ってさ、満足度が全然違わない？ああ、今日は疲れたから寝なきゃダメだ。寝なきゃダメだって思いながら寝る睡眠ってさ、なんかさ、不完全じゃない？ああ、眠いな、でも寝ちゃいけないなとか思いながら、眠りに入る睡眠っていうのが一番気持ちいいと思うんだけど、みんなどう？っていうかさ、寝落ちすることないのかな、みんなあんまり。日本人って結構ね、普段から疲れてる人が多いし、あの、
寝不足気味の人多いからさ、寝落ちする人多いんだよね。で、僕も結構寝落ちすること多いんだけど、みんな寝落ちあんまりしないのかな。うん。で、前も調べた通り、日本って本当に世界的に見ても睡眠時間が短い国なんだよね。うん。で、その理由なんでかなって思ったら、やっぱり起きてる間の時間を最大限に楽しみたいって思ってる日本人が結構多いと思うんだよ。もちろんね、あの、会社でたくさん長く働いて、その結果、睡眠時間が取れませんっていう人もいるんだけどさ、日本人って結構夜遅くまで遊ぶの大好きなんだよね。飲み会をして、その後にカラオケに行って、日が昇るまで歌を歌うとか、そういうことをする人多いからさ、だからいろいろ、そういう文化的な背景もあって、日本人って、睡眠時間が短いと思うんだけどさ、だからその分ね、寝落ちする人も多いと思うんだけど、みんなってあんまり寝落ちしたことないのかな、もしかして。日本人って寝落ちすることって結構普通なんだよね、日本人にとって。で、通勤ラッシュとか帰宅ラッシュの時間の電車に入ってみたらみんなわかると思うんだけど、電車の中でね、寝てる日本人っていうのが本当に多いんだよね。まで、僕はね、そうやって電車の中で寝てる人を見るとね、ああ、今日も仕事頑張ったんだなとか今日も疲れたんだなとかね、そういう風に思うんだけど、明らかにね、他の国と比べて、電車で寝てる人の数が多いね。で、なんでこんな話してるんだっけうん。だから、寝落ちすることが多いんだよ、そういう施設では。うん。で、寝落ちをして、その後、起きたらさ、とあることに気づくんだよね、大体。うん。何かっていうと、うわ、お腹空いてきたなっていうことなんだよ。よくよく考えるとさ、お風呂とかサウナに入って、で、その後にお休みどころでくつろいでるわけじゃん。うん。で、結構な時間がかかってるんだよね。お風呂に入ってからお休みどころで起きるまで。うん。ってことは、そろそろ食事を取らなきゃいけないんだよね。そう、もちろんね、そういう大型のスパ施設って、お食事どころがあるんですよ。だから、もう料理も食べることができる。で、施設にもよると思うんだけど、そういう大型のスパ施設って、用意されてるメニューも結構多いと思うんだよね。うん。カレー、うどん、そば、ご飯、もういろんなものが食べられます。うん。で、しかもね、比較的普通のレストランと比べて、安いなって感じることが多いんだよね。うん。で、やっぱりさ、サウナに入って、温泉に入って、お休みどころで休んでって、そういうことをした後ってさ、お腹空いてるんだよ。うん。だからね、そういった場所に行ってご飯を食べるときって、僕はね、結構たくさんの量を食べちゃう。うん。結構たくさんの量を食べちゃう。で、僕は今ね、体重が減ってるから、たくさんものを食べなきゃいけないんだよ。うん。たくさんものを食べなきゃいけないから、そろそろ大型スパ施設行こうかな。うん。で、そんなところで、そこでね、僕はね、そういうところでカレーをあまり食べることはないから、うどんとかかな、食べるのは。うん。あ、一つみんなに言うこと忘れてた。そうだ。サウナとか温泉に入ってから、お休みどころでね、漫画とか読んだりして、休む前に、あるものを僕はいつも飲むんですよ。うん。そのことを説明するの忘れてた。で、それが何かっていうとね、コーヒー牛乳なんです。はい。コーヒー牛乳。しかも、冷えてるコーヒー牛乳。そういうスパ施設ってね、コーヒー牛乳がたくさん売られてるんだよ。で、なんでそうやってたくさんコーヒー牛乳が売られてるかっていうとさ、コーヒー牛乳を飲む日本人が多いんだよ、お風呂上がりに。うん。コーヒー牛乳が一番人気だと思うんだけど、普通の牛乳も人気だし、あとはね、いちごミルクも人気なんだよね。うん。やっぱりさ、体が温まった後って、冷たいもの飲みたくなるじゃん。うん。で、人によっては、キンキンに冷えたビールが飲みたいっていう人もいると思うんだけど、子供とかね、お酒飲めない人ってたくさんいるじゃん。お酒に弱かったりとか。だから多分、お風呂に入った後に、
飲み物でね、一番飲まれてるのってコーヒー牛乳だと思うんだよね。このね、コーヒー牛乳が最高なんですよ。最高に美味しいんですよ。うん。だから皆さんコーヒー牛乳試してみてくださいね。試してみてくださいねっていうか、普通の牛乳なんだけど、キンキンに冷えた冷たいコーヒー牛乳。しかもね、瓶に入ってることが多いね。うん。で、瓶に入ったコーヒー牛乳、冷たいコーヒー牛乳を飲むのがすごい最高な気分になれるんですよ。なんかね、これまでにこのコーヒー牛乳を味わったことが、そのサウナ、お風呂後のコーヒー牛乳を味わったことがない人がいるとするならば、うん。このポッドキャストを聞いている人の中で、そんな最高なコーヒー牛乳を味わったことがない人がいるんだったら、ぜひね、味わってほしい。本当に最高だから、騙されたと思って一回試してみて。うん。コーヒー牛乳美味しいんだよな。飲みたくなってきたな。うん。うん。コーヒー牛乳って大体200円ぐらいで飲めるからね。うん、すごいコスパもいいしね。うん。でも前ね、僕がね、一人で銭湯に行った時は、その場では何も買わなかったね。もちろんその銭湯でもね、コーヒー牛乳って売ってたんだけど、やっぱり自分の家に帰って、自分の家に早く帰っちゃおうと思ったんだよ。なんかその銭湯でさ、その銭湯で椅子に座ったりとか、コーヒー牛乳を飲んだりとかしてるとさ、家に帰りたくなくなると思うんだよ。うん。だから僕は、まだ体が動くうちに、家に帰って、その家に用意してある、冷たい飲み物だとかを飲もうとして、うん、だからね、前回一人で銭湯に行った時は、銭湯から出たら、もうすぐ、一目散に家に帰りましたよ。うん。でね、日本ではね、お風呂に入る文化があるっていうことは、このポッドキャストの冒頭に話したんだけどさ、銭湯って、温泉を使ってることもあれば、ただの水道水を使ってることもあるんだけど、日本ってね、火山大国なんだよ。そこら中に火山がある。日本で一番大きな山である富士山もあれ火山だからね。いつ噴火するかもわからない。で、ちょっと話が脱線しちゃうんだけどさ、富士山が噴火したらやばいのってみんな知ってるかな？みんな富士山ってまず知ってる？日本で一番有名な山が富士山だと思うんだけど、富士山って、火山なんだけど、いつ噴火するかわからないんだよね。で、前回噴火したのが江戸時代なんだよ。で、確か300年とか前に噴火したんだけど、その富士山って、いつ次噴火するかわからないんだよ。で、富士山が噴火するとさ、その富士山より東の地域に火山灰が降ることになるんだよね。で、なんでかっていうと、偏西風っていう風がさ、吹いてるからさ、基本的に風って西から東に吹いてるじゃん。うん。だから、富士山が噴火すると、その灰がその富士山よりも東側に行くんだよね。で、富士山の東に何があるかっていうと、大都会東京ですよ。そう。だから東京が富士山の噴火の被害を一番受けるって言われてるんだよ。これって結構やばくてさ、火山灰ってもういろんな影響があるって言われてるの。もちろんね、家の外に干してある洗濯物が汚れるっていうのもあるんだけど、それ以上にやばいことっていろいろあって、なんか火山灰ってね、なんていうの、粒子が結構ちっちゃいらしくて、もうパソコンだとかコンピューターとか、そういう精密機械の間に入り込んで、悪影響をもたらすらしいんだよね。だからもしかしたら、スマホで通信できなくなるかもしれないし、でさ、通信ができなくなってインターネットが使えない状況になったら、それって結構一大事だ。しかもさ、東京っていう大都会、日本の中心でそんなことが起きたら、日本中が大パニックになるわけ。で、そんなやばいことがいつ起こるかわからないっていうね。やばいでしょ。うん。で、そんな富士山、いつ噴火してもおかしくないって言われてます。はい。だからね、いつ噴火してもいいように、日本に住んでる皆さんは、そういう時に備えてね、食料を備蓄しておくとか、そういうことを忘れないようにしておいてください。はい。日本って災害大国だからね、地震も起こるしね、津波も来るしね、本当に
いろんなやばいことが起こる国なんだけど、火山も多いんですよ。富士山以外にもたくさんの活火山が日本にはあって、で、火山が多い分、温泉もたくさんあるんですよ。温かいお湯が地面から、出てくるんだよね。だから温泉街が多い。で、有名な温泉街が何があるかっていうと、例えば、草津っていう温泉街、群馬県にあるよね。で、あとは箱根っていう温泉街。これは神奈川県にある。で、九州の大分県にある、別府っていうね、温泉街もあるんだよね。で、僕は今挙げた3つ全部行ったことあります。はい。で、その場所によって、温泉の楽しみ方って違うんだよ。で、例えばね、大分の別府温泉だとしたら、一つの温泉旅館とかで温泉を味わうんではなくて、いろんな温泉を巡るのが定番の楽しみ方なんだよね。うん。これはね、多分ね、別府温泉ならではの温泉の楽しみ方だと思うんだけどさ。ただね、温泉街って綺麗なところが多いんだよ。で、僕一番感動したのは、草津温泉に行った時で、その景色がね、すごい綺麗だった。うん。温泉街って、その分観光客もたくさん来るからさ、街がすごい整備されてて、で、温泉街って歴史も長いから、その歴史ある風景も楽しむことができるんだよね。うん。で、さっき話したみたいにさ、露天風呂に入ったら季節ごとの景色を見ることができるしさ、で、日本ってさ、温泉街たくさんあるよ。僕が今まで行ったことない温泉街っていうのもある。道後温泉とか下呂温泉とかね。その、温泉街って本当に日本にたくさんあるんだけど、僕もね、死ぬまでに全部の有名な温泉街って行ってみたいなって思うんだよね。うん。はい。だからみんなもうさ、興味ある温泉街とかってある？有名で、例えばみんながさ、東京に観光しに来たとするじゃん。うん、もうすでに東京に住んでるよっていう人もいると思うけど、そんな時に、おすすめなのは草津温泉とか箱根の温泉かな。で、理由はね、やっぱり東京からのアクセスがすごい、うん、車を使えば、2時間とかそういう短い時間で、その場所に行くことができるから、おすすめ。うん。で、温泉はね、僕結構な頻度で行くこと多いんだよね。で、なんでかっていうと、やっぱり、日本って温泉街がたくさんあるから、車で地方に遊びに行った時って必ずどこかに温泉があるんだよ。うん。で、僕が友達と遊ぶ時って、だいたいレンタカーを借りて、どっか田舎に遊びに行って帰る前に温泉に入ることが多いんだけどさ。うん。だからね、温泉ってたくさんあって、で、その場所で温泉を見つけて、サウナとか温泉入って帰ってくるっていうことが多い。で、これがね、僕が友達と遊ぶ時の、定番の流れだね。うん。だからね、なんか特に遊ぶことがなくても、温泉はどこにでもあるから、とりあえず地方に遊びに行くっていうことが多いね。僕さ、東京って色々エンタメあるんだけど、僕ってもう子供の頃からずっと東京に住んでるから、もう東京にあるエンタメって結構ね、飽きてきたんだよ。だからね、僕の友達も、東京生まれ、東京育ちの人が多いからさ、そういう人たちと遊ぶときって、やっぱり地方に遊びに行きたいなってなるんだよね。で、その時は、温泉を楽しむことが多いね。うん。で、僕が行ってみたい温泉って何があるかな。やっぱり、さっき言ったみたいに、下呂温泉とか道後温泉とか行ってみたいなって思うんだけど、うん、やっぱり行ってみたいっていうか、見てみたい温泉があるね。てか、あの温泉さ、人間が入ることできるのかな？どうなんだろう。僕がヨーロッパに留学してた時にさ、あの、イギリスから来た友達に言われたことがあって、日本って猿が入りに来る温泉があるんだろうって言われたことがあってさ、でも確かに見たことあるんだよね。猿が入ってくる温泉。確かね、東北にあるんだけど、
で、結構有名な写真もいくつかあるんだよね。温泉に入ってる猿の写真っていうのがあるんだけど、あれって人間も一緒に入ることできるのかな？僕日本人なんだけど、そこら辺のね、事情があまりよくわかってないんだよな。で、他にもね、僕はね、動物が温泉に入ってる写真っていうのを見たことがあるんだよね。で、それが何かっていうとカピバラだよね。カピバラが温泉に入ってる写真っていうのを見たことがある。であれって動物と一緒に温泉入れるのかな？すごいよね。だから、温泉って人間以外の動物も楽しむんだよね。で、まあ、猿がね、温泉に入ってる写真とか見るとね、なんか思わず笑っちゃうんだよね。だってさ、なんか、猿ってやっぱり体の形もさ、人間に近いじゃん。うん。だからさ、猿とかが温泉に入ってる写真を見ると、人間のおっさんに見えてくるんだよ。なんかね、その様子を見るのがすごい面白い。うん。で、一般的に動物って火が苦手って言うじゃん。なんか温かいものが苦手。で、人間って、僕はね、結構猫舌だよねってバカにされることがあるんだよね、僕の友達から。で、猫舌が何かっていうと、あの、辛いものとか熱いものを食べれない人のことを猫舌って呼ぶんだよ。で、僕の場合ね、辛いものが苦手だし、熱いものが苦手だから、猫舌なんだけどさ。で、猫舌ってどういう漢字を書くかっていうと、そのままだよね。猫の下なんだけどさ。で、なんでそういう言葉になったかっていうとさ、その、猫が熱いものを食べれないから猫舌っていう風に呼ぶんだけど、猫に限らず動物って全員猫舌らしいんだよ。うん。みんな熱いものを食べるのが苦手らしい動物は。でその理由は、単に人間が熱いものを食べるのに慣れてるだけ。火を扱うことができるのって人間だけじゃん。だから温かいものを食べるのは人間だけなんだよね。うん。だから基本的に動物って温かいものとか熱いものを食べるのって苦手らしいんだけど、温泉に入ることはできるんだね。うん。やっぱり、冬とかだとね、寒くなるからね、動物であったとしても、温泉に入りたいっていう気持ちにはなるんだろうね。うん。そう。そういう温泉に僕は行ってみたいな。友達と行きたいな。一人で行ってもいいかな。うん。そういう計画を立ててみたいなって思うね。うん。そうだ。友達とね、一緒にサウナに行った時に、ちょっと危なかったことがあったのを思い出した。うん。えーっとね、サウナに入る時に、身につけていかない方がいいものっていうのがあるんだよね。それが何か、それが何かっていうと、金属製のアクセサリーとか、時計とかなんだよ。で、なんでかっていうと、日本のサウナ、90度ぐらいっていう話したじゃん。で、鉄とかはね、すごい熱を持つんだよ。で、友達が前、ネックレスだったかな、ブレスレットだったかな、忘れちゃったんだけど、そういうアクセサリーを友達が前、つけた状態で、サウナに入ったことがあったんだよね。でそしたら、すごいそのアクセサリーが熱くなっちゃって、で、危険な状態になったんだよ。その友達も、熱っとか言って、アクセサリーを取ったんだけど、だからね、アクセサリーをつけてる人って結構多いと思うんだけど、アクセサリーをつけてサウナに入ってはいけませんよ。皆さん気をつけてね。うん、だからね、文字通り、日本のサウナとか、お風呂に入るときは、もう、すっぱだかで入らなきゃいけないからね。うん。でね、あと僕がね、鉄が熱いなってサウナで感じたことがあって、脱衣所で、服を脱いだ後、その脱衣所にはね、鍵がついてるから、その鍵を、その鍵を手首につけて、その大浴場を楽しむっていうのが一般的なんだけどさ、鍵って金属じゃん。で、鍵のその金属の部分をちゃんとしまえるように、その、鍵がついてるブレスレットも設計されてるんだけど、
僕がね、前、間違えて、その鍵が、その収納するスペースから出てる状態で、サウナに入ったんだよ。で、そしたらその鉄の鍵がすっごい熱持っちゃって、熱ってなったんだよね。で、火傷しかけたんだよ。うん。だから、その鉄自分のアクセサリーをそのサウナに持ち込まなかった場合でも、鍵をね、持ち運ぶことはあると思うので、その時はね、鉄の部分が自分の体に当たらないように気をつけてほしいなって思いますね。うん。はい。皆さんはね、そういったことがないように、鉄のものはできるだけ身につけないで、日本のサウナをね、楽しんでいただければなと思います。はい。みんなはさ、そういうシャワーから上がった後、お風呂に入らないっていう文化圏に住んでいる方も僕のポッドキャストを見てると思うんだけどさ、シャワーを浴びた後とか、お風呂から上がった後とか、サウナに入った後とかって、どういう飲み物を飲むの？で、さっき紹介したみたいにね、日本の銭湯とか大型スパ施設では、みんなコーヒー牛乳とか、いちごミルクとか、牛乳とか飲むんだよ。で、しかも、すごい冷たい飲み物を飲むんだよね。うん。で、みんなはさ、どういう飲み物を飲むの？で、僕はね、家でシャワーを浴びた後に飲むのはね、水だね。うん、シンプルに水を飲みます。うん。うん。たまにコーヒー牛乳をスーパーで買ってきたりして、飲んだりはするんだけど、実はね、一人暮らしをしてからなんだよね、水を飲むようになったのって。で、実家に住んでる頃は、僕はね、お茶を飲んでました。うん、僕はお茶を飲んでました。で、なんでお茶を飲んでたかっていうと、単純にお茶が好きだからなんだよね。ただ、お茶って寝る前に飲まない方がいいらしいんだよ。でこれはね、最近僕が睡眠について勉強してる時に、学んだことなんだけどさ、お茶ってカフェインが入ってるじゃん。で、カフェインって覚醒作用があるから、飲むとね、目が覚めちゃうらしいの。だから、あまりお茶って寝る前に飲まない方がいいらしいよね。で、最近その事実を僕は知ったんだけど、最近はね、水を飲むようになってたから、水飲んでてよかったって思ったんだけど、僕が実家に住んでる頃はね、お茶を飲んでたから、飲まなければもっとぐっすり眠れたのかなとか、そういうことを思ったね。うん。だから、もちろん、お茶を飲んじゃいけないっていうことに加えて、コーヒーも飲んじゃいけないよね。で、僕はコーヒー飲むのあまり得意じゃないんだよね。うん、味があまり好きじゃなくてさ。ただ、僕の周りではね、コーヒー飲む人本当に多い。毎朝、一杯は必ずコーヒーを飲むっていう人が結構多いんだよ。で、コンビニエンスストアでね、気軽に100円ぐらいでコーヒーって買えるんだよね、日本だと。だから、出勤前のサラリーマンが、そういうコンビニによって、コーヒーを飲んでいくっていう、そういう姿を見ることは結構あるんだよね。うん。で、みんなはね、どういう飲み物飲むの？シャワー以外に。あと日本で人気なのは、ホットミルクを飲む人もいるよね。うん。ただ僕はね、やっぱり、体を温めた後は、冷たい飲み物を飲みたいなって、そういう風に思うことが多いから、ホットミルクは今まで飲んだことがないな。うん。で、さっき話したみたいにさ、僕って、睡眠について最近結構調べることが多くて、なんでかっていうと、日中疲れたなって思うことが最近増えたわけ。多分、年齢を重ねたことによる、体力の低下だと思うんだけどさ。やっぱり睡眠がエネルギーの源だなと思ってさ、睡眠について最近詳しく調べてるんだよ。で、お茶とかコーヒーとか、カフェインが入ってて、覚醒作用がある飲み物は、寝る前は飲んじゃいけないよっていうのに加えて、お酒も飲んじゃいけないらしいね。うん。お酒は、アルコールが、えー基本的には睡眠導入の役割を果たしてくれるらしいんだけど、
利尿作用があって、トイレに行きたくなっちゃうし、あとは睡眠の質が下がるらしいんだよね。で、利尿作用があるとさ、その、寝てる間にトイレに行きたくなって、目が覚めちゃうことが多いらしいんだよ。うん。だからアルコールはあまり寝る前は飲まない方がいいらしいです。どうだったかな？寝る4時間前に飲むんだったら大丈夫だったかな？なんかそんな感じだった気がするんだよね。まあ、でも人によるよね。アルコールの分解がアルコールを分解するのが苦手な人だったら、もうちょっと前にアルコールは控えた方がいいと思うし、まあ人にはよると思うね。うん。で最近僕はね、全然お酒飲んでないんすよ。うん。まあ睡眠にも影響出るからっていうのも、まあ意識してるからさ、あまりアルコール飲んでないんだけど、で、最近はね、睡眠をちゃんと取ろうと思ってるから、カフェインが入っている飲み物も飲んでないしね。うん。実は最近ちゃんと睡眠取れてるんですよ、僕。最近ってここ2日3日なんだけどね。ちょっと1週間前はね、寝不足気味でちょっとやばかったの。まあ、だから、銭湯に行ったんだよね。ちょっと疲れを取らなきゃまずいなと思って、銭湯に行きました。うん。で、みんなのリラックス方法って何？まあ、日本人だったらさ、まあ、お風呂に入ったりだとか、サウナに入ったりするんだけど、みんなのリラックス方法って何なんだろう？やっぱり森に行ってさ、あの読書とかするのが好きなのみんな。うん。でもなんかさ、周りの人が結構やってて、自分もやってみたらリラックス効果があるのかなとか思うことは結構あって、周りでね、ヨガをやってる人が多いんだよね。で日本はね、サウナも人気だし、ヨガも人気なんだよね。うん。でヨガやってる人に聞きたいんだけど、ヨガってやっぱりいいの？効果あるの？僕はさ、まあ、ヨガマット持ってないから、まあ、やろうと思ったら、ヨガマットを買おうかなと思ってるんだよね。僕の家の床硬いからさ。でも最近は結構便利な世の中になったよね。YouTube のおかげでさ。昔はさ、まあヨガやろうと思ったら、ちゃんとそのヨガのインストラクターのところに行ってやらなきゃいけない。まあ、今でもさ、本格的にヨガやろうと思ったら、そういうヨガ教室とかに行ってさ、ヨガやらなきゃいけないと思うんだけど、まあ自分でまず軽くヨガを始めてみようと思ったらさ、まあ、YouTube にさ、そのヨガのチュートリアルみたいなのを投稿してる人っていっぱいいるじゃん。うん。だからそれを見れば、あのヨガを学べるよね。うん。最近はね、まあ、ヨガをやってる人が僕の周りに多いから、まあ、ヨガも始めてみようかなとか思うんだけど、まあ、その前に睡眠を改善しなきゃいけないなと思ってさ、まあ、睡眠について最近はよく調べてるね。うん。ただ、まあ、睡眠の本を読むんじゃなくて、睡眠に関する、まあ、ポッドキャストとかも結構あるんだよ。うん。だからその YouTube の動画、その睡眠に関する YouTube の動画とか見ながら、睡眠について学んでるよね。まあ、医師とかも結構出てきてさ、まあ、医学的な観点から睡眠はこういうところがいいとか、これをしたらいい睡眠が取れるようになりますみたいな、そういう話をしてるポッドキャストが多いから、今ね、聞いてるんだよね。だからね、最近は、まあ、YouTube を開くとさ、その YouTube がさ、おすすめの動画をさ、表示してくれるじゃん。うん。そこの部分がさ、睡眠関連の動画ばっかりになっちゃってさ。うん。そう、だからね、最近はその YouTube のアルゴリズムに従って、睡眠の動画ばっかり見てるんだよね。うん。まあ僕はね、まあヨガはやってないんだけど、まあストレッチはちゃんとしなきゃいけないと思って、いつだっけな、まあ4ヶ月、5ヶ月ぐらい前にね、ストレッチポールも買ったんだよね。うん。で、僕は寝る前にね、肩甲骨周りをね、ほぐしてから寝るようにしてる。うん。で、僕やっぱりさ、毎日筋トレしてると筋肉がどんどん固まってっちゃうから、ストレッチすることがすごい重要でさ、うん。ストレッチポールを使ったらね、なんかね、毎日起きた時に軽くなったように、体が軽くなってきたようなね、気がするんだよね。まあ、そんな感じで、まあ僕はね、睡眠をちゃんと取るようにしていますね、最近は。で、最近はさ、その睡眠に関して言うとさ、
ポケモンスリープっていう睡眠のゲームが出たの知ってる？みんなポケモンって知ってるかな？あの、ポケモンのゲームで寝るためのゲームがリリースされたんだよね。リリースされたって言っても2年とか3年くらい前にリリースされたゲームなんだけどさ。で、僕はそのゲームがリリースされた当初、僕は、なんだこの、どうでもいいゲームはって思ったんだよね。だってさ、ゲームってさ、普通さ、画面を見て、銃を撃ったりとか、あとは、モンスターと戦ったりとか、そういうのがゲームじゃん。で、寝るためのゲームってなんだよってずっと思ってたんだよ。ただ最近はね、睡眠たくさん取りたいなって思うようになって、そのポケモンスリープっていうゲームを入れてみたんだよ。そしたらね、意外と面白いんだよね。うん。意外とあのゲーム面白いんだよ。で、ちゃんと自分の睡眠を測定してくれるんだよね。うん。で、ゲームの攻略法はね、たくさん寝ることなんだよ。うん。で、寝る時間が長ければ長いほど、そのゲームでもね、有利なんだけどさ、確か最高が8時間30分寝ることなんだよね。で、8時間30分寝ると、マックスの効果をそのゲーム上で得ることができるんだけどさ、結構面白いよ。そう。ゲームをするために、ちゃんと睡眠取ろうっていう気持ちになるんだよね。で、毎日何時に寝るかみたいなのを設定できて、その時間に通知も送ってくれるんだよ。僕の携帯に。うん。で、その通知を見るとね、あ、ちゃんと寝なきゃっていう思うようになるんだよね。で、しかも、そのゲームのさ、その、最善の攻略法が、たくさん寝ることだからそのゲームを、強くしたい。そのゲームで強くなりたいなと思ったら、たくさん寝るしかないんだよ。規則正しい生活をするしかないんだよ。面白いでしょ。で、ゲームによってさ、ガチ勢って言うと思うんだよ。例えば、モンスターハンターを一番頑張ってる人とか、マリオカートを、本気で頑張ってる人っていると思うんだけどさ、中にはそのポケモンスリープを本気で頑張ってるっていう人がいるらしくてさ、その人たちはすごい健康的になってるらしいんだよね。で、そのゲームの発売元が、その発表した調査によると、やっぱりゲームを続けてる人は睡眠時間がどんどん長くなってるらしいんだよ。うん。だから、やっぱりすごい効果的なんだなって思って。で、そのポケモンスリープ、世界中でね、ゲームをプレイしてる、プレイヤーがいるらしいんだけどさ、やっぱり日本人が一番少ないらしいんだよね、睡眠時間。うん。そのゲームをやってるにもかかわらず、一番睡眠時間が短いということで、やっぱりね、日本人は働きすぎなんだなと思いました。どうなんだろうね。それってやっぱり日本人の文化的背景が原因なのかな。それとも日本人がさ、遺伝子的に長く眠らなくても大丈夫な体なのかな。どっちなんだろうね。多分前者だろうね。で、ポケモンって、今の子供たちにも人気なのかな。僕の世代ではね、ポケモンのゲームってすごい人気だったんだよ。で、最近はスマホのアプリが、なんか割とね、40代とか50代にも人気なんだよね、日本では。でポケモン GO っていうゲームがあるんだけど、それはね、歩けば歩くほどポケモンと出会うことができるようになるんだよね。だからそのゲームもハマってる人は、そのウォーキングが増えて健康的な生活ができるようになってるらしいんだけどさ。うん。で、基本的には、ポケモンスリープもポケモン GO も、ポケモンを集めていくっていうのがそのゲームの趣旨なんだよ。うん。で、コレクション欲って僕あまりなくてさ。うん。ただ、40代とか50代の人って、なんでポケモン GO にハマるかっていうと、多分だけど、ポケモンをコレクションしたいっていう思いがあるからなんだよね。うん。で、みんなはさ、何か自分でさ、コレクションしてるものってある？で、僕はね、今ね、何もコレクションしてないんだよね。うん。
今僕が住んでいるこの家がさ、賃貸だから、いつか引っ越すっていうことを考えた時に、そういうコレクションを持ち運ぶのがめんどくさいっていうのもあって、僕はね、何もコレクションしてないんだけど、人によってはね、コレクションしてるものってあるよね。で、僕の友達はね、そのスニーカーをコレクションしてます。うん。スニーカーのナイキとかアシックスとか、有名なブランドのスニーカーをコレクションしてて、で、結構ね、ものによっては高額なものもあるんだよね。うん。で、あとはお皿をコレクションしてる人もいるよね。で、あとはマグカップをコレクションしてる人もいるよね。うん。そんな感じで、コレクション欲がある人って結構いると思うんだけど、みんなってさ、何をコレクションしてる？コレクションしてるものある？で、僕はさ、コレクションしてるものはないんだけど、もし自分が物をコレクションするとしたら、何を集めたいかな？うん。でもやっぱり僕はさ、コンピューターとか携帯とか、そういうものに興味があるから、そういうのをコレクションするかな。でもどうなんだろうな。うん、楽しいのかな、コレクションって。で、日本のオタクでよくあるのは、プラモデルをコレクションしてる人は多いよね。プラモデルとか、あとはなんだろうな。プラモデルが多いか。なんか好きなアニメキャラクターのプラモデルを家に飾ってる人は多い。あとは、電車オタクとかだとさ、その電車の模型をコレクションしてる人とか、うん。あとは軍事オタクだったら、戦闘機とか戦車とか、ヘリコプターとかそういうのを、そういうもののプラモデルをコレクションしてる人は多いよね。うん。コレクション欲は僕未だにないですね、でも。いや、僕はやっぱり不器用な人間だからね、うん。そのメンテナンスができないと思うんだよね。で、埃が被っちゃった時に掃除するのめんどくさいなって思うしさ、もったいないな、そういうコレクションを持っておくのが。ああ。でも何かね、その自分が死ぬ時には何かコレクションした状態であればいいなと思ってるんだけどさ、実はね、僕の祖父がね、なんかね、通貨をね、コレクションしてたんだよね。世界中のコインとか、お札とか、あとは、記念コインみたいなのも、あの、コレクションしてたんだよ。で、僕の祖父はね、もう亡くなっちゃったから、もう僕の祖父は亡くなっちゃったんだけど、そのコレクションはまだ残ってるんだよね。で、僕も何回か見たことあるんだけど、結構すごくて、昔、ヨーロッパに EU ができる前の通貨とか、だからユーロじゃなくて、また別の通貨なんだけど、そういう世界中のコインを集めて保存してたんだよね。あとは、えっと、みんな知ってるかな？2020年にね、日本の東京でオリンピック、夏のオリンピックが開催されたんだけど、そういうなんか、世界的な大きな行事があると、記念コインみたいなのが作られるんだよね。で、そのね、2020年の東京オリンピックの前に行われた東京のオリンピックが1964年なんだけど、その時の記念のコインとかもね、僕のおじいちゃんを集めてたみたいで、で、僕はさ、その、コイン素人だから、うん、なんかあまりね、詳しいことわからないんだよね。もしかしたら、その、おじいちゃんが集めてたコインの中には、すごい珍しくて、すごい価値のあるものもあるかもしれないんだけど、なぜ僕ってそのコインとか全然詳しくないわけ。うん。だからもしかしたら、ちゃんとした鑑定士に見せたら、すごい値がつくコインもあるかもしれないんだけどさ、僕は、見てもよくわかりません。うん。うん。あとは、なんか、僕のおじいちゃんとかおばあちゃん家には何か、貴重なものがあるんだろうけどね。僕は、その価値がよくわかってないから、うん。楽しめないんだけどさ。ただ、僕がね、そうそう、祖父母の話をしてて思い出したんだけど、僕が、やってみたいことがありまして、
それが何かっていうと、家系図を作るっていうこと。自分の祖先って気にならない？自分の祖先って気になるでしょ？で、僕の場合さ、自分の祖先で知ってる一番古い人が僕のひいおじいちゃんなんだよ。で、そのひいおじいちゃんのお母さんの名前とかわからないんだよね。だから、家系図を作ってみたいなって思うんだよ。だから、誰と誰が結婚して、その子供が誰で、で、その子供が僕みたいなのを、そういう家系図を作ってみたいなって思って、日本ってさ、昔から地震があって大火事があったりとか、あとはまあ戦争があったりして、なんかそういう家系図って結構燃えてなくなっちゃってることが多いんだよね。うん。ただね、最近は、簡単に家系図をね、作れるようになったらしくて、なんか日本の法律が変わってね、その役所で申請すれば、自分の家の家系図を詳細に作れるようになったらしくて、でそれがね、だいたい、1万円ぐらいかかるらしいんだよ。うん。まあ、ちょっと高いんだけど、それをね、いつかやってみたいなって思ってる。だって気になるじゃん、自分の祖先。もしかしたらさ、実は自分の祖先が日本人じゃない人も混ざってるとか結構あるかもしれないじゃん。うん。だって昔さ、九州ではさ、他の国との交流が行われた。例えば、オランダとか、中国とか、朝鮮半島とかと、昔はね、あの、輸出入、貿易をしてたんだよ。日本の九州では。で、その時に、キリスト教の宣教師が日本に来たりとか、日本に来る外国人って少なからずいたんだよね。で、そういった外国の血が入ってたらなんか嬉しくない？で、なんでこう思うかっていうと、まあみんなの国がね、どこの国かわからないけどさ、まあ日本ってさ、島国だから、なんかあまり、その、海外の血が自分に混ざってる確率って低いんだよね。うん。だから、実は自分の血に海外の血が混ざってたっていう事実とかあったりすると、なんか楽しそうだなって思うんだよね。で、まあそれに加えてさ、もしかしたら、自分の祖先が偉人の可能性もあるわけじゃん。もしかしたら日本の昔の地方の有力者でしたとかさ、うん。そういうことを、ちょっとした有名人が自分の祖先である確率ってないわけではないでしょ？だからそういう事実があるんだとすれば、なんか見てみたいなって思うんだよね。うん。だからあまり僕はね、自分の祖先について知らないし、一時期ね、僕も本格的に気になって、自分のおばあちゃんに、あの、祖先について聞いてみたりしたことはあるんだけど、なんかおばあちゃんもね、そんなにその祖先について詳しくなかったりするから、やっぱり自分で調べるしかないかって思ってるんだよね。うん。ただね、僕のひいおじいちゃんの名前はね、僕は把握していてですね。で、日本には国立国会図書館っていう、日本で一番有名な、一番大きい図書館があるんだけど、その国立図書館っていうのは、国立国会図書館っていうのは、日本で今まで出版されたすべての出版物のがあるんだよ。うん。で、最近ね、その国立国会図書館のウェブ版ができたら、できた、できたんだよ。で、その国会図書館のウェブ版の何がすごいかっていうとね、そのすべての出版物の書いてある内容を検索できるようになったわけ。だから自分の、例えばひいおじいちゃんの名前を検索すると、その自分のひいおじいちゃんの名前が記入され、はい、書いてある出版物を見ることができるんだよ。ああ、すごくない？で、僕、ひいおじいちゃんの名前をね、その国立国会図書館のウェブサイトで検索したら、実際にヒットしたんだよ。何個かの文献に僕のひいおじいちゃんの名前が書いてあったの。すごくない？で、その僕のひいおじいちゃんが経営してた会社とかが出てきて、うおー、
国立国会図書館、すごいなって思ったんだよね。うん。そう。で、まあ写真も僕のね、おばあちゃんの家には、その写真もあるんだけどね、まあ、すごい昔だったらさ、写真も残ってないだろうから、まあ、見ることは難しいと思うんだけど、まあ、自分の顔に似てるのかなとか、まあ、そういうことはね、確かめてみたいなって思ってるけどね。うん。まあ、みんなはさ、何代上の祖先まで知ってる？うん。やっぱり国によってはさ、ちゃんと記録してる国もあるのかな。日本はね、頑張っても、まあ、一般的には、まあ、江戸時代後半くらいまでしか遡れないらしいんだよね。だから、まあ、だいたい200年くらい前、うん、までしか自分の祖先を遡ることはできないらしいんだよね。まあ、多分、ちゃんと戸籍を作って、戸籍を登録するっていう、そういう制度ができたのが、このここ200年とかだからさ、それより前って、まあ、その家で、まあ、独自に家系図を作ってない限りは、ちゃんとした記録には残ってないと思うんだけどさ、うん。まあ、できる限り自分の祖先を、まあ、把握してみたいっていう、そういう願望はあるよね。まあ、逆に考えるとさ、まあ、自分の子孫が自分を認識してくれてるのって何代目までなのかっていうのは気になるよね。うん。例えばさ、自分のひ孫が自分の名前を覚えてくれるかってわからないじゃん。うん。自分の記録って、えどこまで、いつの時代まで残るのかっていうのは気になってしまうよ。だってさ、やっぱり、今を生きているんだから、今ね、僕はさ、今を生きてるけど、生きた証っていうのを残したいじゃん。残したくない？うん。だからやっぱり、生きた証を残すために、まあ、家系図は、ちゃんと残るように、国にはね、ちゃんと働いてほしいのと、やっぱりね、まあ、何か、まあ、功績を残したいよね。例えば、日本語を、教えて頑張ったっていう楽しく日本語を学べる動画コンテンツを作ったっていう内容でもいいから、この人がこういうことを頑張ってたんだっていう情報も一緒に、名前が未来に残ってほしいなって思うんだよね。うん。だから前も話したけど、銅像作りたいよね。銅像じゃなくて、いや、石像とかね、作りたいよね。うん。まあ、僕はね、最近こういうどうでもいいことを考えてるんだよね。なんでさ、サウナとかお風呂の話からさ、この話に入っちゃったんだろうね。うん。なんでだっけ？なんか忘れたんだけど。うん。うん、まあ、なんでだっけ？うん、全然覚えてないわ。うん。まあ、認知症にならないように頑張りますよ。うん。やっぱりね、年を重ねていくと、まあ、記憶が飛んじゃうことよくありますからね。やっぱり、日本人も、超高齢化社会で、最近なんか100歳以上の人口が10万人を超えたんだっけな。確かそんな感じだったんですけど、あの、まあ、その分ね、高齢者の数も増えてくると、その認知症になってる高齢者の数っていうのも増えてくるんで、まあ、それもね、結構、あの社会問題にはなってるんだよね、日本で。で、認知症になっちゃうとさ、やっぱり家族にも迷惑かけるから、まあ、できるだけ自分は認知症とかになりたくないなって思ってるんだよ。で、すごいのは、僕の祖父母の中で認知症の人いないんだよね。うん。まあ、だから、僕もね、まあ、できるだけ普段から頭を使って、まあ、認知症にならないように、まあ、努力していこうかなって、うん、思います。うん。まあ、やっぱりね、なんか人と話すことが重要らしい。うん。なんか老人ホームとかに入ってさ、その、自分と同じ年代の高齢者の人とばっかり話してると、脳みそって、まあ、やっぱりどんどん退化していくっぽいんだよね。やっぱり自分より若い世代と普段からコミュニケーションをとって、交流をしていくっていうのは、すごいね、脳にとってもいい影響を持ってるんだって。だから、
うん。僕のね、視聴者の中にも若い視聴者って結構いるんですよ。うん。で、そんな若い視聴者の皆さんにお願いなんですけど、僕の動画をずっと見続けて僕と一緒にずっと僕とずっと交流してください。ライブ配信もね、結構最近やってるんで、僕とね、たくさん交流してくれればと思います。で、みんなが僕と一緒にお話をしてくれると、僕もね、認知症になってしまうリスクっていうのがすごい低くなると思うんで、皆さんもご協力よろしくお願いします。はい。皆さん、今日のポッドキャストはいかがだったですか？で、今日はね、ずっとサウナとかお風呂の話をしようと思ったんだけど、途中からね、全く別の話をしてたよね。うん。でもね、すごい楽しい時間を、過ごすことができました。はい。また、これからもね、ポッドキャストは投稿していこうと思うので、次回のポッドキャストでもよろしくお願いします。はい。それでは、これで今日のポッドキャストは終わりにします。バイバーイ。